みつきです。今回は夏の USJ に初めて来る方久しぶりの方向けの動画になります。今回夏イベントをメインにお伝えしていこうと思っております。よろしくお願いします。こんな感じでいろいろ情報を伝えていきますので、ハイプいいねコメントもよろしくお願いいたします。チャンネル登録も忘れないでくださいね。それでは行きましょう。まずはじめにパークに来る前には USJ のアプリをスマホに入れておいてくださいね。前から見てらっしゃる方はもう分かってますよね。アプリを入れておくとかなりスムーズにパークで遊ぶことができますのでね、お願いします。パークにチケットブースはありませんので、前もってスタジオパスは購入しておいてくださいね。メインは USJ のウェブチケットストアかローソンチケットになってくると思います。スマホにアプリを入れて、その後スタジオパスが購入できたらですね、スタジオパスはアプリに登録しておきましょう。これはパークに来た時にね、スタジオパス登録しておくと便利なのでお願いします。アプリを入れておくとですね、ここに一部書いてるんですけど、整理券とか抽選券がゲットできたりとか、アトラクションの待ち時間が分かったりします。で、ショースケジュールももちろん分かりますので、ぜひアプリは便利ですので入れておきましょう。それでは次いきます。2025年からパーク入場前に荷物検査、保安検査が実施されております。今ね、向かってるところですね。このイラストでいくと右側の赤いところ、そこに向かって私今歩いてます。グローブ前を通過する、そんなイメージです。で、持ち込めないものあります。大型の荷物はダメですね。それと危険物、これもダメです。で、ここですね、飲み物、ペットボトルの飲み物と水筒以外は持ち込みできない形になってます。あとアルコールもですね、瓶、缶、あと密閉できないものもダメです。で、食べ物、ここちょっと微妙なんですけど、パークでは持ち込んだ食べ物の食事ができないって感じになってます。ただベビーフードとかは大丈夫だと思いますし、この時期のね、塩分タブレットとかもおそらく大丈夫なので、クルーの方にね、確認してください。次行きましょう。これダメです。自動リボーとかよく持ってる人いるんですけど、なんで通るんですかね。でもね、ダメですよ皆さん。あとこれラジコンとか持ってくる方いないんじゃないでしょうかね。一応これもダメになってます。それとペット類ですね。ただアシスタントドッグは大丈夫です。詳細はね、 USJ のサイトを確認いただけるといいと思います。次行きましょう。保安検査の流れです。まずポケットの中のものは全てカバンに入れましょう。カバンに入れなくてもね大丈夫なんですけど、とにかくねトレイには置いてくださいね。ポケットの中に入ってると、特に金属製のものが入ってたりすると引っかかります。で、水筒とペットボトルは手に持って金属探知機のゲートを通過するっていう形になります。特に水筒はですね、頭の上に上げてくださいという形でクルーの方に言われますのでお願いします。で、保安検査が終わりましたら入場ゲートに移動します。で、ここでスタジオパスの準備をしましょう。もちろん歩いてる時じゃなくていいんですけどね、スタジオパスは保安検査場ではいりませんので、保安検査が終わった後に準備してもらって大丈夫ですのでね、ゲート前で準備しておきましょう。さあ入ってきました。そうしたらもう最初はスーパーニンテンドーワールドのことについて説明していこうと思います。一番気になりますよね皆さん。で、スーパーニンテンドーワールドは今5周年のアニバーサリーでございます。これですね、来年の1月11日までやっております。アニバーサリーイベントが始まってもうすでに4ヶ月ぐらい経過してるんですね。早いですね。ここに書いてますけど、
限定のデコレーションがあったり、限定のねグッズやフードなんかもあります。これですね、限定デコレーション、土管の入り口の左側に、こんなケーキのデコレーションがありますね。で、限定のパワーアップバンドあります。で、限定のフードですね、アニバーサリープレートとかパンケーキとかレインボーに光るポップコーンバケツですね。あとキャラクターグリーティング、今回はヨッシーが初めて登場しましたね。で、ワクワクスターハントマーチとか5周年の記念のステッカーがもらえるとか、いろいろありますので、ぜひ夏休み来られる方楽しんでみてくださいね。ちょっとね今回暑いんですけど、本当に熱中症にならないように気をつけながら楽しんでいきましょう。それでは次行きましょう。皆さんキーチャレンジって知ってらっしゃいますかね。パワーアップバンド持ってないとちょっと楽しめないんですけど、これがねなんと5周年のアニバーサリーイベント中は今までのキーチャレンジとちょっと違う感じでファイナルバトルに挑戦しやすくなったようですよ。私もこれね詳しくは知らないんですけど、ぜひ探してみてください。それでは大人気のアトラクション紹介していきましょう。初めての方でもなんとなく名前は聞いたことあるんじゃないでしょうかね。スーパーニンテンドーワールド内で一番人気これです。クレイジートロッコ。もうね待ち時間やばいです。今ちょっとパッと映してますけど250分とかなってるんですよね。これは人気ナンバーワンのアトラクションでしょう。 USJ の中でも待ち時間いつも長時間になってます。ただねこのね夏はね暑いのでちょっと待ち時間が少なくなるんですけど、それでも2時間3時間の待ち時間になってますからね、十分熱中症には気をつけてくださいね。次ですね、人気ナンバー2になりますかね、マリオカートです。ドンキーが出るまでは一番人気でしたね。でかなりね待ち時間やっぱりあるので100分前後が多いと思います。で夏場はですね今見てもらったような感じで待ち列が屋内なので冷房効いててすごい待つのでもドンキみたいに大変じゃないんですよね。なので夏場の待ち時間はねたまにねドンキを上回ってる時があります。特に本当にすごい暑い時、やっぱマリオにね避難してくるんですかね。避難って言い方がいいのか分かんないんですけど、こちらのやっぱね待ち時間がねドンキーを上回る時が夏場はあります。マリオカートはまずこのようなヘッドセットを受け取ります。これをねかぶって楽しむんですね。でカートに乗車したら AR ゴーグルっていうんですかねを装着して楽しむアトラクションになります。基本はコインを集めるですよね。でパワーアップバンドは必須ではないのでなくてももちろん楽しめますけど、あるとさらに楽しめますよ。コインできるだけゲットしてきてください。皆さん頑張りましょう。それでは次行きましょうかね。ヨッシーアドベンチャー、ちょっとこうのんびり型ののほんとしたアトラクションですかね。あんまり私乗る機会ないんですけど、これライド型だったら唯一になるんですかね。ちょっと私あんまり認識してないんですけど、スマホを持ち込んで撮影できるアトラクションです。ここからはねちょっと珍しい夜の、実はね貸し切りで行った時のなんですけど、だから15分表示だったんですけどね、夜のスーパーニンテンドーワールドの景色を少し楽しんでください。こんな感じです。ヨッシーに乗ると、ヨッシーの夜はこんな感じですね。で次はキノピオカフェ、大人気ですね。
スーパーニンテンドーワールド内唯一のレストランです。でここはですね、この後出るかなあ、出ました。フリーでね入れる時と整理券が必要な時があるんですね。でレストラン入り口に QR コードが表示されている場合はもうその時間帯は QR コードを取って予約して入るという形になります。なかなかのね争奪戦になっております。でフリーで入れるのはオープン直後とか閉園間際の時間じゃないと厳しいかなっていう感じだと思います。店内の雰囲気はこんな感じです。でこれは3月に私食べた分ですね。5周年のアニバーサリープレートがこんな感じでございます。ボリュームがありました。ぜひ皆さんもね機会があれば召し上がってみてください。それでは外行きます。ここからは25周年のねイベントを少し紹介していこうと思います。この裏では私の大好きなパレードの映像になっております。今年はディスカバー U ですね、タイトルは。で今この流れてるパレードはノーリミットパレードディスカバー U バージョンでございます。で今の時期9月8日までは4時15分から始まります。で9月9日から11月8日までは午後の1時から始まるみたいですね。6月28日までは2時からだったんですけど、時間がちょっとずつ変わってますね。とにかくね夏来られる方ちょっと暑いので夕方からなんですけど、それでも暑いです。で25周年の、イベント次行きましょう。ハリドリですね。周年ソングが今流れております。前向きはバウンディの今コマーシャルとかで流れてる分ですかね。であとはバックドロップで流れております。で第1弾のグッキーは終わってしまいました。今ちょうど第2弾です。11月30日までですね。ぜひこれも楽しんでみてください。ハリドリもねなかなか暑いんですけど、待ち時間えげつないことになってますからね。ハリドリ乗るときを特にあそこ日陰があんまりないので気をつけてくださいね。でこちら3つのアトラクションがパワーアップ、ディスカバー U バージョンが2つですかね。まずウォーターワールドがディスカバー U バージョンですね。これです。ウォーターワールドディスカバー U バージョン、もうねすでに始まっております。8月31日までこれがね始まってるんですね。エクストリームスプラッシュゾーンっていうのが設けられてまして、ここに座られた方はもうびしょ濡れ前提になってますので、思いっきり水かけられます。で座ってるところでねかけられるのもあるんですけど、基本はですね、この後映像映りますかね、あえてね前にね出さされるんですよ。出てくださいみたいな感じで。であそこで思いっきり水かけられますあんな感じですね。思いっきりかけられますので、あのゾーンに座られた方はもう覚悟してくださいね。まあ濡れるの大前提で座ってるので大丈夫だと思いますけど、ぜひ楽しんでください。それでは次行きましょう。ジュラシックパークザライドディスカバー U バージョンですね。こちらはね期間長いです。9月30日までやっております。で7月ね8日からのはずだったんですけど、多分ね7月9日ぐらいからある一部はやってないですね。なんでしょう、ウォーターカーテンっていうね、途中で岩場から水が落ちてくるのはそのままなんですけど、ここですね、落ちてきた時に両側からキャノンで水をかけるっていう、これが
やってないんですよね。でね、7月23、24にメンテが入るみたいなので、そこでキヤノンが復活するかもしれないですね。25日ぐらいから行ってみますわ、25日以降に。それとジョーズ、ここはね9月以降ですね。レッドアラートっていう感じで、ディスカバー U バージョンっていう名称じゃないんですけど、冬までやってますね。1月31日までやってます。ちょっとね、夜の演出が変わるみたいです。こんな感じみたいですよ。これ夜なんですかね。勝手になんか夜と思ってるんですけど、じゃあ9月以降楽しみましょう。で、これですね。夏といえばこれです。もう最近この2年間はクールスプラッシュタイム、今年は3回やってます。11時、13時、15時ね、グラマシーパークでやってますね。このステージ上の放水器っていうんですかね、そことこの柱、ここから出てます。去年みたいになんて言うんでしょう、すごい放水器で前後からみたいなのはないんですけど、それでもね、ステージの近くにいるとほぼほぼびしょ濡れになりますね。涼んでください。ここからは夜のイベントを紹介していきます。ユニバーサルサマー祭りナイトネオングローアップ、夜祭りみたいなイベントですね。で、8月21日はやらないみたいなんですけども、それ以外はだいたい2回やってるみたいですね。こんな感じのステージでございます。ちょっとこの後知ってる曲が流れますので、ちょっと喋りますけどね、いろいろといろんな問題がありまして、最初ねこんな感じでウッディとウィニーちゃんが出てくるっていうお祭りで、めっちゃ楽しいですよ。盛り上がります。ノリノリの曲で。で、次行きましょう。ストリートパフォーマンス。これね、以前違う動画ではお伝えしたんですけど、ちょっとねやっぱストリートなので見にくいんですよね。だから早めに行って場所取りとかしないと、ちょっとねスタンディングで全然見えなかったりとかっていう感じになります。まずこちら、ハローネオンサマーグリーティング。これキティちゃんがメインです。ジョージの前ぐらいですね。スタジオスターズレストランの横みたいなところで行います。で、前もね動画で言ったんですけど、こうねやってる時間帯がね他のなんていうんですイベントと重なるので、十分気をつけてくださいね。で、次はこちらです。サマーナイトストリートアクション。これステージ22の前ですね。こちらも本当にねこういうスタンディングだと見えなかったりするんですよね。場所取り大事だと思います。こちらも時間確認していろいろね見てみてください。私これ後ろの方の歩道の上に立って見てるんですけど、ほとんど見えませんでした。で、移動しております。こんな感じのがね今年あるんですよね。祭りって書いてますね。で、今度こちら来ました。寝具の横です。やっぱりねもうこんな感じでねスタンディングなので見えにくいんですよね。サマービートスプラッシュというイベントでございます。寝具横、ここはね濡れます。水かけられます。ちょっと気をつけてくださいね。名前でスプラッシュって書いてあるので分かるかとは思うんですけど、濡れますよ。で、こちらサマーナイトバブルファンタジー、パレードのね出発地点のあたりで行います。コナンのアトラクションの奥まったところですね。こんなところです。ちょっとね動かないとね見れないので、皆さんいろいろ動き回ってくださいね。で、ここはミニオンボヤブロックパーティー。ここはストリートショーではないので、一応ねステージでやるっていう形になってるみたいです。ストリートショーの中にはね入ってなかったんですよねこれ。で、ここは見やすいですね、ステージでやってくれるのでね。それでは次行きましょう。これです。サマーグローモーメント、花火ですね。
閉園前に行うんですけど、これやる日が決まっておりますので十分確認してください。特に7月行かれる方は気をつけてくださいね。もう残り少ししかないです。8月はお盆まで毎日やってるイメージですね。こんな感じのスケジュールです。だから7月はこの動画出した後は25と26ですかね。で8月は16日以降は23日と26日しかやらないっていう形ですので、8月はお盆まで毎日やってるってイメージでしょうかね。でこの後は他のイベント、これからのですね、来ましたワンピースプレミアサマー、毎年やってますね。今年は7月30日から始まります。ショーの内容は違うんですけど、やるのはこのショーとレストラン、まずこれですね、ワンピースプレミアショー、11月19日までですね。それでは3時の海賊レストラン、こちらも7月30日から11月19日まで開催です。今年は行ってみたいですね。もうチケットどっか空いてるんですかね、販売してましたもんね。であとは宴レストランとハリドリのコラボですね。毎年一緒ですね。宴レストランのバーガー、あれバーガーですかね、美味しそうですね。今年も食べに行ってみましょう。それでは他のイベント紹介です。クールジャパン、今メインはフリーレンですね。1月11日まで行っております。ストーリーウォークです。でこちら呪術廻戦、こちらは8月18日まででございます。まだの方はぜひ見てくださいね。8月後半はもうやっておりませんので気をつけてください。ぜひ早めに行って楽しんでみてくださいね。でこちらも早めに終わります。8月17日ですね、コラボで今回紹介したものは一部でございます。他のイベントやもう今回紹介したものの詳細についてはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式ホームページでご確認ください。それでは今回のまとめに行きましょう。まずは来園前の準備ですね。アプリとかスタジオパスを前もって購入しておきましょう。持ち込み禁止のもの、保安検査等を紹介しました。でスーパーニンテンドーワールド25周年のイベント、夏イベントワンピースのプレミアサマーでクールジャパンスペファンコラボも紹介させていただきました。今回はここまででございます。ご視聴どうもありがとうございました。夏楽しみましょうね。